源氏物語をイラスト訳と照らし合わせながら読むことで、古文の速読トレーニングをしていきましょう。皆さんこんにちは。イラスト訳の愛です。まずは、この動画の構成についてご紹介します。はじめに、これまでのあらすじを上げていますので、どの動画から視聴してもらっても大丈夫です。次に、イラスト訳本編です。原文の後に現代語訳とイラスト訳が流れますので、イメージを沸かせながら古文目線を鍛えていきましょう。さらに本日の重要古語、また文法や知識について解説をしていきます。最後まで見ていただくことで古文速読のための複眼的思考力が養えると思います。今回は第4条夕顔の第7話です。桐壺亭の第二巫女として生まれた光源氏でしたが、進化に降格した後、満たされない恋に渇望していました。源氏17歳、乳母の見舞いに寄った時、隣の家に咲く儚い夕顔の花に目が留まり、源氏は従者にその花を追ってこさせました。すると家の中から目のわらわが出てきて、これに乗せて差し上げてと扇を差し出しました。今回はその見舞いからの帰りの場面では行ってみましょう。図法など、またまた恥むべきことなど起きてのたまわせて、いでたもうとて、これみつに子息めして、ありつる扇ご覧ずれば、もてならしたる移りが、いとしみぶこう懐かしくて、おかしゅうすさみかきたり、心当てにそれかとぞ見る、白露の光添えたる夕顔の花、そこはかとなく吐き紛らわしたるも、あてはかにゆえずきたれば、いと思いのほかにおかしゅう覚えたもう、これみつにこの西なる家は何人の住むぞ。問い聞きたりやとのたまえば、例のうるさき見心とは思えども、さは申さで、この五六日ここにはべれど、坊座のことを思うたまえ扱いはべるほどに、隣のことは聞きはべらず、
など、はしたなやかに聞こゆれば、憎しとこそ思いたれな。されど、この扇の尋ぬべきゆえありて見ゆるを。なお、このあたりの心知れらんものを召して問えとのたまえば、いりてこの宿盛りなる男を呼びて問い聞く。お楽しみいただけましたか？単語や文法は頭に入りましたでしょうか？今回の重要語語はこちらです。また、文法事項はこちらです。これみつの母である第二の乳母との対面が終わり、帰路についた光源氏でしたが、ふと先ほどの白い扇と夕顔の花が目に留まります。従者にろうそくを持ってこさせて扇を見ると、その家の主からと見られる和歌が書かれていました。心当てに、それかとぞ見る白露の光り添えたる夕顔の花。和歌を読むという習慣は現代では廃れてしまったので、どういう心情なのかは想像するしかないのですが、古典の世界では現代のように男女が普通に会えないことはご存知だと思います。見ず知らずの女性から和歌が送られてくるなんて、現代の感覚からしたら逆ナンパかと思ったりしますが、王朝文学の中では結構このような女性からのアプローチもあったりして、それに対して男の人は誠実に対応していることが多いんです。当時、女性はただ待っているだけで、気づかれなかったら終わり、忘れられたら終わりでした。もちろん男尊女卑の時代ではありましたが、そうした女性の気持ちを汲んでこそ真の付き人、風流人と言えるでしょう。光源氏もこのアプローチをはしたないとは思わず興味深く捉えたようです。当てずっぽにそれかと見ております。それというのは指示語です。すだれ越しに見て夕顔の花をご所望なのかと当てずっぽに思っておりますということでしょうか。私は通りにいる殿方が光源氏ではないかという指示内容も含んでいるとイラスト役にしてみました。白露のこの能は主格とも連帯就職格とも解釈されますが、要するにこの光は美しく輝いて夕顔の花を眺める光源氏を見立てているのかもしれません。ちなみに百人一首第29番にこのような和歌があります。大志高知の狐は平安前期の歌人。今回の夕顔の歌はこの和歌の本歌取りかかなり意識して作られたものだと言われています。当てずっぽに折るなら折ってみようか。初霜が降りてわからなくなっている白菊の花を。白菊の上に初霜が降りて菊を倒ろうと思っても白いから見分けがつかない。実際にそんなことはないと思うのですが、真っ白な庭の美しい光景が浮かんでくるような和歌です。それに対しこの夕顔の和歌は当てずっぽうにそれかと見ております。かかり結びの法則を用いた肉切れは同じですね。ならばこの能は白露がと主格にした方がいいでしょうか。光を添えた夕顔の花。光を添えた夕顔の花というのは光源氏に手に取ってもらえた夕顔の花ということでしょうか。
文脈を考えれば、白露の光を光源氏に見立てていると捉えた方が奥深いですよね。では、それの指示内容は何でしょうか。ここで、光源氏が随人に花の名を尋ねた場面が思い起こされます。この家の女主人は、花のそばにいる落ち方人が、こんな儚い花に情けをかけてくださったという光栄を感謝しつつ、そっと夕顔の花の名前を和歌で告げたのでした。光源氏への逆難っていう印象とはちょっと違いますよね。もちろん、この夕顔の花に興味を持ってくださるのが源氏の君なら、そのまま見過ごすことはできず、和歌を読みかけたというのが本音でしょうが、貴族としての教養と礼儀がにじみ出る造歌だったことは間違いないです。で、光源氏もこの和歌を読んだ女性に非常に興味を持ちました。こんな粗末な家にも上品な気の利かせ方ができる女性がいることに意外性と好奇心を感じ、この後素性を調べて付き合うことになるんです。和歌はこんな風に文脈や読み手の受け取り方でいろんな解釈ができます。大学入学共通テストでは思考力、判断力が重視されますので、このような和歌の様々な解釈の整合という問題も出題されます。例えばこんな問題。今回の夕顔の解釈を A さんから E 君まで様々な観点から意見を提示しています。選択肢を読むだけでも長くてうんざりしますよね。このような正答がない問題を思考する設問も共通テストでは出題されるようになりました。では、こんな問題はどうやって解けばいいのでしょうか。適当でないものを選ぶ問題なので、選択肢を部分に分けて見ていき、文脈と明らかに異なる部分を見抜くようにしてみましょう。まず、1の A 子さん。この歌は、大志高知の狐の心当てに、おらばやおらん初霜の置き惑わせる白菊の花を意識して作られた歌のようね。初霜を白露、白菊を夕顔に置き換えて、白のイメージがさらに深まっているわ。こういうのを本歌取りっていうのね。本歌取りという和歌集詩はご存知でしょうか。読み比べてみたら明らかにこの和歌を意識していますよね。特に明らかに違う部分の見当たらない選択肢です。次に2の B 君。イメージはそうなんだけど、今回の歌の解釈は諸説あるようだよ。例えば、夕顔を光源氏とする説、女の顔の比喩とする説、また、それを光源氏とする説、唐の中将とする説もあるんだ。明らかに解釈が違うよね。一体どれが正しいんだろう。諸説あるっていうのは、いやないですよとは言い切れないですよね。明らかに違う選択肢を選ぶ以上、この選択肢は指摘のしようがないです。ちなみに、この和歌の解釈としては、1、夕顔を光源氏とする元織宣長説。2、夕顔を卑しい女である私とする最流章などの説。3、唐の中将だと勘違いしたとするプロス重彦説などがあります。次に3の C 子さん。夕顔の解釈は全く異なるように見えるけれど、実はどれも光源氏の正体を言い当てたものなの。白露の光、源氏の君とニアミスした私、夕顔ってこと。だから、それの解釈が唐の中将だっていうことはありえないことだわ。これは明らかに B の解釈と違いますよね。そして B は諸説あるとか疑問の締めくくりなど、曖昧で思考の余地を残しているのに対し、C は絶対こうだと決めつけています。このような表現の仕方も見分けるポイントとなりそうですね。もう答えは出たと思いますが、4の D オ君の主張も見てみましょう。唐の中将っていうのは、確か夕顔の元夫だよね。確かに控えめな性格の夕顔が積極的に光源氏にアプローチするのは不自然かもしれない。それよりも
車中の光源氏を遠野中将と勘違いして和歌を読みかけたとする方が彼女の性格に合うよね。確かに、もしや光源氏様ではと積極的にアプローチするなんてなんだか不自然ですよね。それよりも、もしや元旦那様が私をお探しですかとする方が自然な感じがします。この選択肢も明らかに間違いの部分がなさそうですし、3と比べても検討材料となりそうです。最後に5のいいでも光添えたるっていう部分が光り輝く源氏の君だという伏線もあながち不適切だとは思えないよ。光り輝く遠野中将とするには物語上主人公の光源氏が霞んでしまうし、まあ真相は藪の中ってことで自由に解釈していいんじゃない？この選択肢も自由に解釈していいと締めくくられていることから明らかに間違いの部分が見当たりませんよね。2でも示したようにこの和歌の解釈は諸説あります。光源氏の見立てであるという説にのっとった解釈を前半のイラスト役で私も採用しています。さあ、こんな風に選択肢を部分部分で見比べて明らかに間違いのものを選ぶ。これが適当でない思考問題の解き方です。少しイメージしてもらえましたでしょうか。さあ、今回も第4章夕顔からのイラスト役でした。第1条きりつぼからここまでの再生リストは説明欄のリンクに貼ってあります。よかったら日々の受験勉強のサポートにお使いください。最後までご覧いただきありがとうございました。何かお気づきのことがあればコメントいただけたら嬉しいです。それではまた。